いつもご視聴ありがとうございます。行くとこなくなってます。もうどうもこっちも終わったようです。もうこっちだけ狙ってももうちょっとしょうがないし、ちょっと大量はもう無理だと思うんで、あっちこっちうろうろしていろいろ様子を見てみたいと思います。まずはもう寄島沖から沖ながらいろいろ行ってみましょう。日が暮れるのが早くなりまして、もうなんと1番目巻く時に真っ黒です。なんもおらんので久しぶりにちょっと神行ってみましょう。やっぱり酸欠なんてどこもあんまりないですね。おお、でもナイス、素晴らしい。ハモにこれが拾えるかどうか。拾える。オッケーオッケー。ずーっとこれだけいてくれたらかなりいいんですね。よいしょ。ではどんどん神へ神へ行ってみたいと思います。君レチヌ、ちょっと小さいのでリリースしよう。毎年9月になったらこれできますけど、スポンジまだ少ない方ですね。久しぶりの神の傘。今日はもう汚れも拾っておきましょう。もうなんせ酸欠で魚が少ないんで、いつも拾わない汚れエビ拾います。稲瀬ではガラエビって言ってるらしいです。同じ岡山県でも呼び方が違う。ここはこれの多いところでもあります。9月に多くなりますね。未だ正体不明の謎の生き物。ナマコの種類なんでしょう。ではちょっと浅いところ行ってみましょう。車エビがいればいいですけど。 OK です。なんか船途中行かんよなと思ったんですよね。スポンジか。海面ですね。海面すごいわこれ。めっちゃいい、めちゃくちゃいい。ドン引きするぐらいいい。これはすごい。おお、素晴らしい。思った。ちょっとよかったんでもう一回行ってみましょう。もういないとは思いますけど。これは素晴らしかった。よいしょ。にしても海面すごいですね。やっぱり9月になったら湧くんですね。昔は9月といえばこれやったんですけど、もうこれが湧いて全然商売にならんぐらい。なんか最近海面ですね、硬いとこが。もう年々変わります。昔からずーっとある期間が、同じ期間一定続いて、でまた別の変わって、その期間が一定続く感じです。
と車エビが9月の頭ではまだちょっと狙いは早かったようです。数少ないですね。やわら残念。これはもう逃がします。おお、まだやったー。なんか引っかか、あ、車エビおるやないか、おるじゃないですか。素晴らしい。そして音がね、オスはメスより早く脱皮するんで、もう硬いのがほとんどですね。中に弱いのがいます。脱皮したメスを狙って抱きに行ってます。これは小さい。お、これはご正代なんでしょう。マークがあるから分かりませんけど。海の中にいないから、またおったけど、やっぱ面はやわらですね。だからちょっと時期的にもいいし、ナイスなんですよ。なんかやられてるおかずよ。非常にいいんですけど、お、いいだこ、もうこんなに大きく。冬までに大きくなってくれることを願って逃がしましょう。いいんですけど、いつまでも範囲が狭いんで、いつまでもいい網がつくと思えないんで、ちょっと背から降りてみます。下へ行ってみましょう。今背の上ですけど、下へ行きます。これと車エビが超グッドですね。後からまた車エビ狙ってみます。ちょっと魚場変えてみて成功でした。いますね、これが。もう朝ごはん決定です。やった、久しぶりに食べれます。あれは自分はもうアサリより上だと思ってます。すだれ貝。お、また綺麗。潮の返しなんでクラゲですかね。危ない。でもないです。素晴らしすぎる。いますね。でも日が暮れる前だからいなかったんですかね。日が暮れたら途端にいますね。台湾いますね。ちょっと早めに。うわ、いますね。おるやん。これはやわら。これは丼のネタ確定ですね。下から結構出てきたんで、ああ、カニにやられてる。死ぬ前にずっと来たりとかですね。おお、今でもやわらばっかり。さすがおしよ。そしてメインはこれやりました。あとこっちにもいるでしょうか。あ、なんか硬そうな。硬そうですけどやばいという。もう全部ですよね、これ。ボンビノスですかね。市長さんが教えてくれました。多分そうかと。一度食べたら美味しくなかったですね。でも食べてみましょう。丼のネタに800円丼のネタに潮の返しです。実はここ2週間ぐらい潮の返しが良くないんですよね。春と秋にそういうことがよくあります。うわー、すっげえ珍しいもんが。黒ゲタ。おお、車エビはでも出てくれてますね。まだちょっと成長がもうちょっと大きくなってほしい。コロンが早いですからね、9月の初めなんで。やっぱり潮の返し良くないですね。こんな右スタイルで車エビだけじゃなくて、黒ゲタがいたけど、9月になったら出てきてたんですけども、最近見ませんね。水温上がって敵面いなくなったのがこれですね、本当に。よいしょ。
なかったらいなかったで、もうちょっとチャンスと捉えていろいろ行ってみましょう。ちょっといなかったんでワイヤ飲めながら深いところへ行ってみましょう。久しぶりに越えてみます、島を。数ヶ月ぶり。ダメっぽいです。これも車、おるじゃないか。車すごっ。これなんか柔らですけど、なんか朝まで持ちそう。カニはおるし、ちょっと車エビに驚きました。そしてサイズもいい、やっぱり深いところは。おお、車エビすごい。うわ、またおるし。やばい。やばい。1つ、2つ、4つ。素晴らしすぎる。しかもダブル。隠れ車エビを探しました。次でもいたら大変だ。台湾も多いですね。川近いから、もうすぐ岡が川です。あっこがもう河口です。でかい。そしてでかい。これ美味しいらしいですね、ヤドカリ。せっかく越えましたが帰ってみます。もうこっちが全くいなくなったのでロバ変えてみましたけど、今のところロバチェンジ成功のようです。今は S よりオスです。こっちの方が美味しいです。おお、よし。パパ出てきましたね。急にでかいとこだけでしょ。前でやっぱり一枚やった。おお、出てきた。すごい大サイズ。しかも硬い。こっちも、こっちも硬い。なんかさっき大きいキスが見えたんですけどないかな。でかい。本当にでかい。網をつける前にこれ車エビを探しておきましょう。大事なの。車エビは1本だけでしたけど、スーパーキャッチに近いです。見た目がいいですね、これ。おお、拾えるやん。今日初めて買った。あ、でもギリギリかな。ちょっと横も確認。あ、でも横硬いんで OK にしましょう。今日初めてメスが拾えましたね。今はもうこっちの方が圧倒的に美味しいです。もう元気バリバリ、生殖する気満々です。半日終わりました。さらに東へ向かってます。車エビが意外にいい網と悪い網があるんで、意外に溜まってないです。もっと溜まってるかと思ってました。
ギスまでいます。これはドンビリの素材になってくれるでしょう。霧島で一番深いところです。やっぱり深いとこなんかどうしてもろくなことにならないですね。多分スポンジかと。新国ではめったに見ない鈴木、しかも最後の方に入ったんでしょう。めっちゃ綺麗ですね。ここはダメです。Uターン。今日は石金もね、台湾も一緒に入れてますけど、なんかこれも拾えそうですね。豊からに大丈夫。けど最初の方で入ったのからほら、息でしょうね。息の雰囲気がない。うわー、ちょっといけるかな。もう多分無理でしょう。たまたま流しこいだ網に。まあ行きなくてもおまけなんでいいとしましょう。久しぶりに見ましたね、こんな大きいの。ほんと消えてねえし。ダメ、これはちょっとでした。お、やべえ。逃がしておきましょう。お疲れ様でした。こっち側この間全然おらんかったやん。はい。今日は変えてみたんです。はい。車エビおるかなと思って。おお、夜が。そうなん。でも前半でほぼこう取ったやろ。後半が左潮だけ追って上り潮はちょっと尻すぼみでした。はい。今日はまあ十分ですね。本当十分。それだけいれば。石がねちゃん。石がねが十分。そう。おらんようなとこで石がね。でもなんかあんまり石がねがおったら、ちょっと不安になりますね。なんで？ヒラメがおらんくなるんじゃないかなと。ああ、そういうのがある。子供の時に食べまくるらしい。いっぺんカレーを放流したけど、全然放流効果なかったんよ。でなんか調べたことがあったらしくて、あったらしくてなんか調べたんよ、試験場が。山陽新聞に載ってたけど、石ガネが全部食べるらしい。台湾だぞに。台湾の方。台湾の方でした。結構おるやんと思ったのに。今日思ったでしょ。はい。なんと？台湾しかおらんと思ったんですよ。はい。じゃじゃーん。おるが。そう。結構まあまあおります。もう先出しも取ってもいいんで拾ってますけど。はい。4枚からね。取ってもいいことになってる。結構おるわ。結構。そう思ったろ。ところがどっこい。甘いですね。すごいよ今日は。どうしたん？カニだらけじゃか。カニだけで十分。今日は十分なんじゃないでしょう。キスとかもおって。なんで？キスもなんか棚になってキスだけで売るんだろうかな。珍しい。キスなんてそうおらん。カモも美味しい。ベもいいですし。ゲタもいいです。すごいわ。やりました。今日取るもがいつもと違うけど。今日はおかずも豊富です。800円丼の内容がちょっといつもと違います。はい。いろんな貝もあるし。
はい頑張って800円丼作ってください。はい。今日も出来上がりました。六兵衛ぬめたりごち瓶切れとか言ったりします。ネズミごちですかね、通り名は。車エビ、レイカハリカキスで、こちらすだれ貝です。これで800円丼を作っていきたいと思います。まあもちろん車エビでしょう。やわらですけど、やわらしかおかずに取れませんが、そしてベイカー、カリカー、キス、キスちょっと楽しみですね、食べるの。ぬめたりごちですだれ貝です。野菜はですね別個で食べます。すだれ貝の、これすだれ貝ハマってるんですよね。俺本当に美味しいすだれ貝のしてのしてのしまくって、そして最近生み出したつぶ貝、正式名通り名忘れました。自分らつぶ貝って呼んでます。あ、冷た貝のなんか新しいタイプのやつ、見たことがないやつが最近見るんですよね。でボンビノス貝はですね、なんとあれ中身全部泥でした。残念。よくあることです。そして塩焼きしたやわらの頭と尻尾をのせまして完成です。できました。今日の800円丼です。ほぼ値段がつかないもので構成されているので800円で十分です。でこのすだれ貝で取ったお出汁のすまし汁もお付けしまして800円です。いかがでしょうか。歯ごたえコリコリ丼にしましょう。今日の名前はわさびがない、わさびがございません。で今日もよりしまの醤油をかけて完成です。よいしょ、できました。いただきたいと思います。やっぱこれでしょう。これすだれ貝、歯ごたえがすごい。ほんと歯ごたえコリコリ丼。ベイカに塩焼きのやわらからうまっ。意外に優勝するんじゃないかっていうぐらいうまいですこれ。びっくり。やっぱちょっと時期的にあれなのか、いつももっとね白濁するんですけど、まあ味は出てますけど数が多いので実はいい時期なんでしょうね。春ほど美味しくないな。美味しくないというか春ほど出汁が出ない感じだな。これも春なんかな、朝春だけ。車エビのやわらね、これ美味しいんですよね。やわらの方が美味しいんじゃないかと思うんですけど自分。しびれる。車エビがまあ裏切るわけはないですね。今回もご視聴ありがとうございました。怖くなった。